どうも、PDR さんです。PDR さんの予想が当たってしまいました。何の予想？木下ゆきなが YouTuber デビューすること。ところで木下ゆきなって誰だっけ？知らない人たちのために説明しますと、木下ゆきなは昔ヘキサゴンというクイズ番組で頭悪いことで一躍有名になった元タレントです。相棒！別にディスってるわけじゃなくて本当のことだから。そうなんだ。で、2年ぐらい前に木下さんの妹が働いていたタピオカ屋で給料をめぐるトラブルでタピオカ屋の店長に脅迫じみた DM を送り、これが明るみに出てから芸能活動を自粛しましたが、その翌年の7月1日に芸能界復帰を発表するも、5日後に引退を発表。そういえばそんなことあったね。木下さんはタピオカ屋の店長に1000万円の損害賠償を請求されました。で、今月の27日に判決が出ました。東京地裁は木下さんのやったことは脅迫行為に当たると認め、彼女に40万円の支払いを命じたそうです。少な！そして判決が出た翌日に、今回の報道についてという動画で木下さんは干された芸能人の墓場、YouTube に降臨。脅迫認定された翌日に YouTube デビュー。さすが元芸能人。では、皆さんがその謝罪動画を見なくていいように PDR さんがまとめます。でもその前に、ぜひ高評価お願いします。まず、10月29日、11時26分現在の動画の評価は、高評価3925、低評価17000。TKO 木下もびっくりだね。動画を開きますと、白いシャツの木下さんが登場。名前が同じ木下の上に最初に出した動画が2人とも白いシャツを着た謝罪動画。これネタなの？木下さんは出だしから謝罪動画で今までに見たことない2つのことをします。まず、最初から泣いてます。そして、頭を下げた後に最初に木下さんの口から出た言葉は、判決が出ました。申し訳ないですけど、これ見た時に爆笑しました。謝罪動画開始9秒で笑いを取りに来るとか、さすが芸能人。我々 YouTuber とは格が違う。判決は脅迫ということになりました。相手の方、皆さん、不快な思いをさせて申し訳ありませんでした。10秒の沈黙。この2年間、自分を見つめ直しました。私は瞬発的にストレートに物事を発したり、あまり考えずに思ってることを言ってしまう性格でもありました。で、ここからちょっと何を言ってるのかわからないです。さすが元ヘキサゴンファミリー。多分、この事件は私のそんな性格のせいで起きてしまいました。言い訳をこの2年間で自分の発言の重みに気づきました。気づくの遅くね？みたいなことを言おうとしてたんだと思います。続きまして、TikTok の e ボーイがよくやる唇を噛む仕草をやった後に、大変申し訳ありませんでしたからの涙を拭く。自分のしたことに背景や理由はありますが、それ言う必要あるか？どうしても自分が悪くないって思う部分があるからじゃない？毎回言うけど、自分が悪かったです。申し訳ありませんでしたっていうのそんな難しいのか？言い訳がましく思わせてしまったり、嫌な気持ちにさせちゃったりすると思うので、言いません。それも言う必要ないじゃん。もう同情を買おうとしてるのが見え見え。2年の時を経て、やっと自分の口から謝罪できるようになったので、動画を撮らせていただいてます。12秒の沈黙。こんな私でも2年間励ましの言葉をかけてくれるファンや待ってくれるファンがいました。残り少ないファンにこびないとね。私は人を笑わせたり、喜ばせたりするのが大好きです。私はやっぱりみんなの前に立って仕事したいって気持ちが強くて。それだったらうちの近くのスーパーレジのバイト募集してるんだけど、どう？この2年間いろんな仕事考えましたけど、この仕事しかできないと思いました。そうだよね。チキンジムのイメージキャラクターだけじゃ生活できないもんね。チキンジム？この何もできなかった2年間、子供たちにもすごい支えてもらいました。子供いんの？娘が2人。マジかよ。悪いことは悪いと認め、謝ることを娘たちに恥ずかしくないように生きたいと思いました。は？それ、日本語？多分娘たちに悪いことをしたら謝らないとダメだよっていうことを伝えたかったのかな。そしてまた、ごめんなさい。娘たちのためにも働きたい。行きたい。だからうちの近くのスーパーがバイト募集してるって。これからは
一からまた活動を始めたいと思います。チキンジムのやつは活動としてはカウントされないんですか？これからもよろしくお願いします。からの、もう一回謝罪。いやー、典型的な同情してくれ謝罪動画でしたね。なんか疲れた。彼女はもともと復帰する予定だったのかわからないですけど、もしそうだとしたら、色々としくじってますね。何を？去年の9月にインスタ、そして10月に TikTok を再開してる。そうなの？その辺皆さん結構怒ってらっしゃるんですよね。個人的には楽しく生活しながら反省することは可能だと思うんですけど、この2年間、すごく反省しました。また芸能活動したいです。いけないみたいなことを言ってた人が、インスタで1年以上リア充投稿しまくってる上に、TikTok でヤリラフィーダンス。をやってたら、そりゃ、こいつ反省してねんじゃねって思われても仕方ないでしょ。謝罪動画出した後にインスタと TikTok 再開すればよかったじゃん。その通り。謝罪動画を出して、皆さんの信頼をちょっと取り戻しつつ、間を空けてインスタ復活。そしてもうちょっと間を空けて TikTok 復活。てか、そもそももっと早い段階で謝罪しろよ。だから PDR さんをアドバイザーにした方がいいって言ったでしょ？これからどうなると思う？謝罪動画で YouTube 活動をスタートした芸能人は2つの道しかないですね。宮迫ルート、TKO 木下ルート。彼女はどっちルートなの？どうだろうね。木下ルートの可能性もあると思うけど、彼女は木下と違ってすごい綺麗だし、可愛い娘が2人いるからね。言い方は悪いけど、娘たちを盾に使えば、批判から逃れるどころか、もしかしたらすごい人気チャンネルになる可能性だってあります。だって、娘たちには何の罪もないじゃないですか。前回の動画では木下さんにネタ提供をしたので、今回は木下さんがどんな動画を作るのかを予想したいと思います。でも普通にやるだけじゃつまんないから、木下ゆきなが出しそうな動画ビンゴを作りました。木下ビンゴには、おしゃれなビログ、娘との動画、元ヘキサゴンファミリーとの動画、多分みその、フジモン元旦那との動画、芸能界の裏話、ルックブック、しんすけ登場？電話で彼氏紹介動画。ビンゴになったらまた別の動画で発表します。最後に木下さん。ビンゴには入れなかったんですけど、TKO 木下とのコラボ超期待してます。あと、炎上と木下つながりで木下優香とも。3人でコラボチャンネル作るのどうですか？木下ゆきな、木下優香、TKO 木下。3人合わせて KK。今言ったことを忘れてください。じゃあ。子供を盾に使うといえば、PDR さん T シャツ3種類絶賛発売中です。他にもスマホケースやシールもありますので、興味ある人は下のリンクから飛んでってください。PDR さんの LINE スタンプもよろしくね。皆さんはこれについてどう思いますか？木下さん今後どんなことをすると思いますか？ぜひ意見をお聞かせください。あと前回の動画とその前の動画をぜひぜひチェックしてください。